皆さんこんにちは。菅の子ゲームチャンネルののこです。セレクションの続きからやってまいります。研究所についてしまいましたね。まあ入りましょうか。すっごい軽い感じで入るけど私。まあ入りましょうかって言って。いや実はですね、研究所に来てしまった。なんでこんなところに箱が？履歴シールを手に入れた。何？入ります。お前どこから入ってきた？どこからって空から。もう今までバトルになっちゃった。よし、普通に勝てます。大丈夫だ。守護強化の能力に目覚めた。あっちに行かないといけない私。どうしてくれ。あいつを倒さないといけないんだ。負けた？負けた。負けちまった。前ゲームオーバーになっちゃったんですよ、要は。で、今ここの敵がちょっと強いので傷薬で回復しておきます。はい。で、レベル上げのために敵と戦っていきますね。研究者が今いましたね。研究者って言ったらいいのかな。多分ここの人なんだろうな。がいたからちょっと話しかけられたら話しかけたいけど、でもあの人たちも攻撃してくるかもしれないから、ちょっと体力を回復してから話しかけたいと思います。よし。こんにちは。治療室の文章、あれはもしかして。何を言ってるんだ？伊沢原所長っていつ寝てるんだろうな。いつ見ても研究に勤しんでいらっしゃるけど。寝ない人なのか。研究熱心な人なんだな。所長のおっしゃることは全て正しいのだ。やばい、宗教みたいな感じになってる。怖い。ここのパソコンなんか見れないかな。何も見れませんね。じゃあ次に行きましょうか。この敵は油断しなければ。ほら、絶対こいつと戦うよ、私。この金髪野郎と。金髪野郎って言っちゃダメだけど。勝負だ。だからここでいっぱいレベルを上げておかないとなーって感じなんですよね。ちょっとこっち行ってみましょうか。こっちはこっちでか。うわー、絶対あれ黒服の男だ。この資料室には多分何かを差し込めそうな穴が開いてるっていうから、あいつと戦わないといけないっぽい。いや、本当はさ、強い武器がもうこれで買えるから買いたいところなんですけど、買い物する。すっごい逃げんじゃん。なんで？うわ、すっごい逃げる。見て見て、すっごい逃げますよ、これ。うわー。もうこいつやべえぞっていう感じですね。こいつはやばいやつだから相手にしちゃダメだって感じるんだな。買い物するところ欲しいなぁ、ほんとに。待って、こいつ迫ってくる？違ってた。よし。よし。危険人物度が11になりました。これでちょっと1レベル上げたところでセーブをします。分かれ道。なんだこれは。キラキラ光ってる。あれなんだこれ。ID カードを手に入れた。何に使うんだこれ。ID カード。治療室じゃないの？そこは明らかに他の部屋とは雰囲気の違う場所だった。殺風景だが、研究室のような無機質な感じはしない。誰かの寝室か？音楽も違ってるしね。空っぽ。なんか、武器になりそうなものないですかね。この花は？花が咲いてる。こんな日も刺さないとこなのに。何か挟まって写真？そこに写っていたのは見知らぬ女の子だった。私と同じくらいの年だが、私の知ってる誰にも似ていない。でもその可愛らしい顔は以前どこかで、裏のこれ名前か？どうした？静原真由。真由？しかも静原って名字？どういうことだよ。静原真由の写真を手に入れた。所持効果あるの？どういうこと？そうだよ。花を見てもどういうことなんだよってなっちゃうよな。教科書だよ。それも小学校の。子供でもいたのか、ここ。難しそうな本ばっか。でもないか。絵本とかもあるし。
ここもしかしてまゆちゃんの部屋だった？植物図鑑？このまゆって子は花が好きだったのかな？ちょっと寝れる？あ、寝れる。体力と気力が全回復した。ここで回復できるのか。ここの机で勉強とかしてたのかな？娘がいたの？静原所長に。マジ？じゃあ行きましょう。どういうことなんだろうな。いきなり出た静原まゆさんの部屋かな？急に出たから、あっちだな。うわー、バリアが張ってあるからダメだ。お前ちゃんまだよ。会心の一撃が131って強くないですか？ちょっと武器を変えましょうか。武器を変えるって言っても、今持ってる武器が一番強いんじゃないかな、この子。スリングショット以外、攻撃力3とかなんだけど、ダメだ。オートスキャナーを使うよりもオートブレイカーの方がいい気がするな。違う。よし。OK。まあこれで、やってみましょう。よし。この金髪の男に行きます。ほら。金髪サングラスだ。これは見つからない方がいいな。見つからない方がいいの？私てっきりバトルだと思ったけど。っていうことは、ID カードを手に入れたから、治療室に行くのか。なんだ。すげえ緊張したのに。そういえばドーピングアイテムがあった気がする。これって、視力の最大値が5上昇。どの口、これを使うか使わないかでなんか変わっちゃうかな。怖いから。薬ってやっぱり怖いしね。ここで ID カードを使う。何かを差し込みそうな穴が開いているので ID カードを差し込みます。あれ？ここには黒い男がいたはずなんだけど消えてますね。ここが資料室だ。被験体について、はい。割と新しい資料だな。読みます。被験体として東地区の住民から志願を募る。思った以上の数が得られた。やはり現地の貧困の状態は西地区側の予想をはるかに回っている。報酬次第では臓器の全てを売るという者もいた。被験体の集まりが急に悪くなった。なんだこれ。現行令かな？現行令を敷いたにもかかわらず、犠牲者のことが外部まで伝わっているらしい。不足分は治安部隊出身の警備兵たちに拉致させることでかろうじて賄っている状態だ。怖っ。治安部隊に？また、麻薬の売人たちと手を組むことに、彼らが中毒者に仕立てた者たちが薬欲しさのため志願してくるので、数自体には不足はないが、ただやはり健康な被験体は絶対的に足りていない。費用については、以前からこの研究所に出資していた企業連の要命をついて、出資額を大幅に増額させた。研究員も各企業から優秀で、なおかつ私に忠実なものだけを採用している。あとは、被験体不足解消のために、各企業に働きかけて意図的に東地区への圧迫を強めた。これにより、西地区側への反発も日増しに強まり、実に一石二鳥の効果があった。何のために被験体を使ってんだ？ S プロジェクトについて。こっちは割と新しい仕様だ。以前ここで実施されていた新人類計画をもとに新たなる計画を始動させる。私自身の手で従来の人類よりもはるかに優れた人類を生み出し、最終的には彼らにとって変わることが目的である。この計画をセレクションプロジェクト、旧人類淘汰計画と名付け、手始めにこの国の旧人類を大淘汰によって半減させる。しかし、その実行には未だに障害も多い。まずは死すべきものと生き残るべきものとを分類せねばならない。旧人類であっても利用価値のあるものとそうでないものと。水原博士はこの S プロジェクトを完成させるために人体実験をやっているってことか。そんなこと何のためにするんだよ。個体 K135 について報告1。随分古い資料みたいだな。K13 極めて秀でる奇跡。ダメだ、色あせててよく読めない。こういうのを読めるようになる道具か何かがあるのかな。それかこれから知るのか。読む。わからん。この紙、針で刺してみたいな文字、穴がいっぱい。これなんか文字の形みたいな。
明かりに照らしたら読めるかな。してみるしてみる。この針文字が人の目に触れる頃には、私はおそらくこの世にはいないだろう。新人類計画は失敗した。唯一の成功例、K135 は研究員を資料室に監禁、実験体として虐殺している。K135 は生きてて、それが監禁、研究員を資料室に監禁、実験体として虐殺してる。我々は K135 の能力にこだわるあまり、その狂気を軽視していた。今にして思えば、我々の彼に対する非人道的な扱いがそれに拍車をかけたのかもしれない。彼は研究所を議会から遮断し、中で虐殺の限りを尽くしている。いずれ新たな犠牲者を求めて、研究所の外へとその触手を伸ばすことになるだろう。それだけは絶対に阻止せねばならない。これは彼を作り出してしまった我々の責任だ。私とわずかに生き残った研究員たちは、これから彼を止めるために、できる限りの抵抗を行うつもりである。たとえそれが無駄に終わろうと。K135 新人類計画、一体何のことだろう。いろんな情報が分かったね。なんで静原博士が、でも分かんないことも出てきたな。静原博士がこの人体実験を繰り返しているのは、新人類計画を完成させるためだと思ったんですけれども、ここで昔の人間って言ったらいいのかな、人体実験で出来上がった K135 っていうやつが出てきます。この K135 っていうやつが出たことにより、新人類計画っていうのは失敗に終わってるんですよね。で、こいつを倒さないといけないということが書いてあるんだよね。なんか昔の話と新しい話が食い違ってるんだよな。一体どういうことなんだろう。長い廊下を渡って、あ、研究員。ここの薬はスポンサーの野々口製薬の製品なんだ。ネーミングは前の市長が決めたらしいよ。何の名前を？あ、なんか入ってる。あ、この力ツークとか、すごい安易な名前だなって思ってたけど、これ昔の社長、かつみちゃんのおじいちゃんがつけた名前なんだね。わかりやすくていい。攻撃力増強ね。こういうの飲んだ方がいいのかな。根性デール、気力増強。なんか、入ってる。体型ツーク来たわ。マジ？いや、これもう飲めって言ってるじゃん。これから来るときやばいから、飲んどけよ、みたいなのがちょっと伝わるな。はい、全部飲みました。いろいろとドーピングされたかつみちゃんが出来上がりましたね。かつみちゃん EX。あ、これで。なんかあそこあるな。でもちょっと待って。静原真由について。真由だって。この写真の女の子のことだよな。いくつかファイルがあるみたいだけど。14年前の日付のファイル。いろいろあるな。1年前。14年前にしようか。当初は失敗作と同様に始末するつもりだったが気が変わった。あの男に対する切り札になるかもしれないので、透明を生かしておくことに決定。預けておいた里親が死んだため、この研究所に引き取る。部下には私の娘だと言っておいた。清岡だけは不審を抱いたようだ。いずれ折を見て事情を説明しておくとしよう。これが10年前のファイルですね。そして1年前です。で、このファイル1行しかないぞ。実験中の事故により死亡。クローンの生育は順調。死亡？この静原真由って子は死んでるのか？つまり、この写真の子は静原の娘か何かで1年前に事故で死んだってことだよな。でもそれ、あの龍二真由とはどういう関係があるんだろう。